金がなくなったとしたって、人間関係とか仲間関係を構築していないから、結局、っていう発想しか思い浮かばないだけで、誰かやっぱり困ってる時に助けてくれたりとか、助けてあげたいと思える人であれば、それってないですよね。友情とか仲間意識、社会に出てから役立つことなんてほぼないと思ってて。でも誰かに助けてもらったこととかありますよね。仲間がいてよかったなとかっていう体験ってないですか？裏切られたことはありますけど。自分が裏切られたから、自分は誰かを裏切ってやろうっていう発想自体が僕はちょっとおかしい。はい、裏切ってやろうとは思ってないです。人を蹴落とすことが目的ではなくて、自分が生き抜くためにリスクヘッジとかだったりとか、教えてくれれば、簡単にじゃあ繋がらない篠です。宮社長、あなた一個そういう学校作ってよ。二者択一論じゃなくて、じゃあ篠宮学校はそういうリスクとかなんかわかんないけど競争とかを教えますと。鷲見学校は友情とかなんかそういうのを心のねトレーニングしますというのがあって、俺はねもう大学いらないと思ってる。どんどんチョイスできる感じ。 YouTube やテレビのチャンネルを変えるように、もうその都度自分の必要なスキルを全専門学校なんていうのかな、ユニバーシティ・オブ・ピーポーっていうのね、あるのオンラインで世界中どこに行っても無料でハーバードとかイェール大学とかチョイスして全部授業できる。ただ単位取ったりテスト出すのはお金がかかる。それでもね1万円とかそのぐらい、安いの。だからそういうオンラインの技術を使って、そこは賛成やわ。もう昔ながらの大学のあり方はもういらないですよ。だからインターネットがある前出てなければもちろん座学でもう物理的にこういう空間に集まんなきゃいけないけど、もういらないんだよね。戦後は多分、1年間で270万人おぎゃーっと生まれて、今もう70万人台でしょ。4分の1しか生まれないわけよ。でも大学は200校しかなかったのが今800あるわけ。4分の1しか赤ちゃん生まれないのに4倍の校舎作って箱物ばっかできて連結で赤字で税金投入して、それでも足んないからコストが合ってないですよ。だからそう、これで生徒に学費もらって、その半分の生徒が奨学金で自分たちの首絞めたりで42歳まで返済かかるから結婚もできないと。よくない循環日本は極端に大学の数が多くて、その分税金がかかりすぎてるんですよ。他の国はもっと絞ってるけど、その代わり国公立とかは結構お金がなくてもいけるようにして得意分野を生かす感じになってるから。いや面白い提案だと思います。篠宮さん、社会全体としてやっていかないと、局地的にやってもそこまで意味はないんじゃないかって思って。いやでもさ、社会は例えばキングダム見たらさ、ね、ビジョンを掲げる人、軍隊を率いる人、戦略を考える人とか、一人で武力が強い人とか、仲間と団結しようって人と全員違うスキルで1000人とか5000人が成り立ってるわけで、全員がそうならなくてもいいと思う。100人に1人とか10人に1人がめちゃくちゃリスクのを知っている、ね、そしたらその周りの人を助けてあげるじゃん。為国さんがその SNS の学校を作るっていうのも意味があることなんじゃないですか？意味はあるとは思いますけど、はい為国さんのところだけやってても意味はないと思います。心の教育もリスク教育もビジネス教育もなんと一般的な今までの国語算数理科社会もっていうと時間が足んないから、やっぱある一定の義務教育まで基礎までやった後はそれぞれがピンときたものを選べる。しかも1回選んだらその道でずっと4年勉強するんじゃなくて7年勉強するんじゃなくてコロコロ変えれる。はい。これなんだよ。で学歴なんかもういらないから。あえて泉さんに噛みつきさせていただきたいんですけど、選択をできることが大事っておっしゃってたと思うんですけど、僕は泉さんはおっしゃってはいけない立場の方かなというふうに思っています。大学だったら全然いいですっていうのと、あと僕は選択制は賛成派っていうのは前提なんですけど、もともとそのみんながやらなきゃいけない勉強で勝ち抜いて東京大学に入って、で東京大学に入ったからこそ NHK の職員になれて、そこからテレビ朝日でしたっけ、テレビ朝日に入って、明石市長であってますか、っていう経歴じゃないですか。彼は学歴コンプレックスだから僕はその選択式じゃなかった方がいい世界観で勝ってきたのに、それで選択式がいいんじゃないっていうことにすごく矛盾を感じるので、説得力がない。俗っぽいそういった中でやってきたから、その意味のなさを感じてる。60還暦になったので同窓会やったら多いんですけど、大学の同窓会ってみんな愚痴ばっかり言ってるんですよ。楽しそうじゃないんですよ。私田舎の漁師町の小中高だから、そっち側はみんな今まだ野球の監督やってるとか楽しそうなんですよ。決められたようなレールを歩んできた人間の末路というか、末路ですよね。やっぱそうやってあんま幸せそうじゃないなと思って、それってなんかこう結局もう時代に合っていないなと私は思いますね。
時代に合ってないとは思っていなくて、結局東大の人間と慶応の人間と日大の人間でレベルが高い順に言うと偏差値に比例すると思ってるんですね。だから僕は大学に行く勉強内容がどうのこうのではなくて、その優秀なコミュニティに入るっていうことに意義があると思ってて、でじゃあその授業が意味がなかったって言ってたと思うんですけど、僕意味がないことをやることに意味があると思うんですよ。要は無駄なことかもしれないけど、結果その徒競走の中で走り切るっていう胆力だったりとか、ただ僕がなぜ逆張りをした学校を今作ろうとしてるかでいうと、全員がマーチ以上に生きるわけじゃないんで、結局8割以上の人はいけないってなった時に、この8割の人たちが幸せな世界観を一部作りたいなって思ってるんで、世の中のみんなが選択式にするのはちょっと違くて、一部の人は選択式にしてあげて、基本的にはみんな決まったレールの中で勝負して勝ったやつが勝ち抜ける世界観の方が僕は素晴らしいと思う。ふるいにかけるってことですか？まあでも言い方悪くしたらそうじゃないですか。全員が有能な世界観なんて無理じゃないですか。だってどんな企業でも結局262の法則ってできて、優秀な層を集めても不優秀を集めても結局262ってどこの会社でも出来上がるんですよ。優秀層は2割って決まっちゃってるんで、ふるいにかけることに結果どんな教育をしてもなると思いますよ。優秀何が優秀かの問題あって、そう東大入りましたよ。びっくりしたのはみんな似たような人間ばっかりで、発想もで全然0から1作る、いわゆるそういう力がすごい弱くて、覚え込んで作業は早いんですよ。新しいものを作る力ほとんどなくてびっくりしましたけどね。能力が何かというと作業能力を今問われてしまってるんで、東大の法学部出て官僚になって今のこの日本でしょ、全然成功してないと思うので、実際だせ賢いとは言わないと思います。時代に合ってないなってところがあって、みんながみんな優秀で起業して経営していくってわけじゃないとは思いますけど、終身雇用とかもほぼ終わっている状態で、社会に出る頃には無知で教わってないから打たれ弱くって何もできない人間ばかり。鷲見さんがおっしゃってた失敗したからこそ成功がある、だから失敗もあっていいんだっていうのはどうですか？しなくていけるんだったらそれに越したことはないですよね。それを教えるための教育があるのに有効活用しないで仲間意識だったりとか注力してるのは変えた方がいいんじゃないって思います。先ほど東大卒のお話もありましたけど、どうしてもねこのキャリア優遇されるというのは今当然の世の中のなってるのかなとは思うんですけど、いわゆる高卒だったり偏差値の低いエフランと呼ばれる大学を出て、そこであまりこれまで勉強をしてこなかった方たちが社会に出てこの厳しい社会で戦える確率は確かに低いと思うんですね。ただマルチとか投資など若い人が情報弱者をこの騙す詐欺にどうしても引っかかってしまうのは、世の中の仕組みをねもっと高卒とかエフランとかその機会が少ない勉強の人に与えてほしいですよね。職業も実際もっといっぱいあるので、私は大学行きましたけど、でも結局いろんな能力があるんですよ。で漁師からすると魚を取る能力がちょっと問われるのであって、別に記憶力がどうこうじゃなくて、まさに天気を読んで魚の動きを読む力があるんで、能力を一つじゃなくて自分の能力を生かすような形でこう早く展開できたらいいのかなと自分は思いますけどね。自分に合ったものが見つかったらいいですよね。だから別にだから一つの道の価値判断の一つにこだわるからしんどくなるんであって、もうそこを切り替えたらいいと思います。今の話聞いてるとやっぱり結局世の中で戦うのは自分の腕だ、自分のスキルだ。で今ので仲間というよりかは自分の力をいかに磨くかってお話になってきたと思いますので、改めて言いますがやっぱり仲間ではなくて自分の力ってことですよね。自分一人でも生き抜ける力だったりとか、危機があった時にどう対応していくのかっていうのを、いかにお金を稼ぐのが難しいのか、そこを教えてほしいなって思います。木村さん言うように、自分だけが成功すればいいみたいなことって、自分が成功すればいいだけじゃなくて、他人の幸せを考えるからこそ、いいサービスが生まれて、世の中が良くなっていくってこともあるので、人と関わらずに生きていくっていうのは不可能だと思っていて、誰かの助けを必ず借りる場面って絶対出てくる。木村さんのような生き方すると、でも誰も救ってくれないし、この人のペースですけど、僕この人の下で働きたいとは思わないですよね。企業とかしていくと仲間が増えたりとかしていくことももちろんあります。仲間たちはあくまでもお金を中心として仕事をやっていく上でお互いウィンウィンになる関係としてやっているので、学校で学んでる仲間ってのとは性質というか違うと。救ってもらおうとは思ってないってことですよね。自分で生き抜かないといけないから。はい、最終的には自分だと思います。自分でそのために
社員の方たちが働いてくれてるわけじゃないですか。社員の方たちがお金のためだけのつながりですよって聞いたら、すごいショックを僕は受けると思ってるんですよね。もちろんビジネスなんて当然だとは思うんです。その部分もあるとは思うんですけど、それだけだって言われちゃったら、ものすごい寂しいですよね。まあ、トップの立場ですからね、はい会社経営ですから。間違えてる人が裏切られて挫折していく人だと思ってて、信頼関係を履き違えない人間が必要だと思いま納す。得いかない。そんな人に気がついてくるのかなっていう。ついてきてはいます。会社のためにという目的で。人間関係を学んでいない人が何起業してるんだと、そう。人を動かせるんだと、はい。おかしなこと言うなと。そう、なんかご飯を言ってんなまあ両方正しいんじゃない？そうですね。できればね2人を掛け合わせたようなスーパーマンになったらすごいなと思うんだけど、さっきほら262っておっしゃったり学歴じゃないっておっしゃったりしたけど、それぞれが得意なジャンルを見つけてそこで花を咲かせて社会貢献、それぞれが違う畑でなるほど。頑張ってくださいって感じだよ。一人で揉まれてる間に、友情だったり仲間意識の大切さっていうのを忘れかけてるだけであって、常識的な人間性の僕が作られてるのが学生時代の友人であったり、仲間意識っていうことを僕は思っているので、ずっとそこを大事にしたいまあ、です。それぞれが違う、それぞれが勝ちパターン違っていいんだよ。そうですね。まあ、違っていいということですかね。自分だから政治家で選挙出ましたやんか。選挙で一番大変になったのは小学校の時の悪ガキ仲間ですわ。もう理屈超えてるからもう関係ない応援するわってほんまに汗かくんですよ。もう高校とか大学の友達はなんか気持ち程度カンパするわ5000円みたいな感じで、いやそれもう彼も助かるけど汗かかない状況でやっぱ改めてこう仲間というかが、まあ、私なんか当選できたのは小学校に一緒に遊んでた友達のおかげって感じはいや、面白いエピーソードも聞けました。そろそろ討論の終了のはいお時間が近づいてまいりました。では順番に今日の感想を聞いていきたいと思います。泉さんお願いします。私は46歳で3ヶ月前に突然会社からリストラを受けました。能力があるかないかで人を区別するなんて理不尽ですし、自分が不幸されたと感じております。本人にもいろいろ要素はあったかなと気がしますけどね。なんで下の子は残されるのか、なんで僕だけなの？下の子っていう言い方をしてる時点でめちゃくちゃ無能だなというふうに。数字が売上が実績がじゃなくて、最も同じベクトルを見てる人を残して多責思考で、ね、会社は会社俺は俺って言ってるやつから切るじゃん。中高生向けにイベントを毎月やりたいんですね。でその集客とイベントを全部やってくれるんだったら全然月50万払いますよ。その代わり絶対失敗しないですか？失敗してもちゃんと保証してくれるっていう。ああ、なるほど。はい、採用でお願いします。会社から受けてる評価と自分自身が自分に対する評価っていうのは相当ずれてるような気がするんですけど、僕は能力がなくても生産性低くても守ってくれみたいな人が少なくなってから困るわけよ。断固としてね、あなた側に寄れない。両方大事な多分結論そうであってで どっちからものを見るかやと思うんですよ。ただ少なくとも今の教育のあり方が今のままでいいわけじゃないとは思いますね。はい、社会人でも学校でもそうなんだけど、いつかは人は自分の天職を見つけて、ここだったら学力なくてもここだったら歌一本でとかお笑い一本でとか体力一本で人より秀でて活躍できるって場所を見つけてくれたらめちゃくちゃみんなハッピーになると思うね。ということは一通りの競争環境で一通りのことを切磋琢磨していくと、例えば為国君は人よりカラオケとか歌は自信ないよね。めちゃくちゃないです。そうやって人とカラオケに一緒に行って、あ、俺どうやら人より下手だなと分かってくるわけじゃん。でもとある女の子のいる飲み屋ではまあまあモテる、はい、こうやってあ俺ここは得意だこうやって分かってくるわけじゃん、ね、だからいろんな経験をしていって、できれば15歳ぐらいまでもしくは18歳ぐらいまでに進路の軸が見つかればいいけど、見つかんない人は多少大学であじゃこじゃやって、あ俺ここで受けるな、ここで能力あるな、もう一回勉強しようでもいいし、最初はレッドオーシャンで揉まれて自分の秀でるところ得意技を見つける、もしくは能力開発をしてそれを増やしていくっていう期間が第1ステージ。第2ステージ以降はここだって決めたものに他人のことなんか気にせず、ここで価値をつけるっていうような感じだから、ステージによってちょっと捉え方は違うと思います。はい、僕は学歴至上主義でいいと思ってます。ただ、じゃあ山本さんが東大の中で、99% より上の人だと僕の価値観だと思ってます。で、山本さんの場合は自分の力でその世界に行けたけど、世の中にその世界に自分で行けない人がいるから、そういう人の選択する学校があってもいいっていう考えなんで、そういう学校を作ってるんですけど、ただ世の中が全部そういうふうに
しましょうだと、僕はなんか一旦は勉強っていうものでやりたくもないことを頑張るかめちゃくちゃ要領がいいっていうのを判断する材料として用意しておいてもいいのじゃないかなっていう、全然定義と違う話になっちゃったんですけど、一応その思いだけ最後まとめさせていただきたいなと思いました。だから厳しさを教えるってことは、非常に重要だと思います。ただそこに注力するっていう偏りすぎてはいけないなと思うのと、自分っていうものを見出すためには、仲間であったり、手助けであったり、友人っていうのは非常に大切だと思うんです。それって教えられるものじゃなくて、学んでいくものだと思っているので、僕はずっと大事にしていきたいなと思っています。意見としてはやはり最初から変わりはしないんですけど、自分みたいに苦労していく人間が増えないように根底から変わっていってくれれば、日本自体も良くなっていくんじゃないかなとは思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次回の女子業界チャンネルもぜひご視聴ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。